これでいいよ。これでいいわ。これでいい、これでいい、これでいい、これでいい。よいしょ。よし。My face check, makeup check, オイリーです。皆さんこんにちは、またさきです。今日はですね、皆さんと一緒に語っていきましょうということで、さっき、超突然なんですけど、さっき、コメントで、なんかめっちゃブスみたいなコメント来て、だから今回はなんか語るだけですけど、メイクアップもちゃんとして、見返すぞっていう、そいつを見返すぞっていう感じで、結構気にするタイプです。はい。ということで、なんか私最近、こういうね、Follow Your Heart、昔に買ったノートなんですけど、なんかアイデア帳みたいな感じで、思ったことをこれに書くみたいな。最近思ったことを何書いてるかマジ覚えてないんですけど、なんか話しつつ、まあなんかいろいろ話していこうかなと思って、本当にもう今日は疲れました。私は朝から、すいません、ビール失礼します。こちらは、飲んでいいですか？昨日なんか友達が買ってきてくれたやつなんですけど、ビール。カナダのビール。最近マジでビールの美味しさに気づいてしまって、本当に美味しいビール。ちなみにこちらのワイングラスはこっちのダイソーで買いました。多分これ日本で300円ぐらいの商品で、こっちで多分9ドルとかだから1200円とかになってしまうんですけど、ダイソーって知ってるって感じで。チーズうん。で、ちなみに今の時刻は8時半。最近マジで9時半ぐらいまで明るくて、10時になったらもう完全に暗いみたいな感じなんですけど、昼が長くて最高。この前なんか日本の方とこう、ズームミーティングで話してる時に、なんか私がこっち夜7時ぐらいで、夜7時ぐらいもっと明るいから、今、夜ですよねみたいな感じで、びっくりしてた。てかなんか、最近ね、仕事っていうか、こう会社の人と話す機会が多くて、ズームミーティングとか、でなんか、同年代ぐらいの人で、私のファンの方がいらっしゃったりとか、それでなんかお仕事に繋がったりとか、最近運命を感じる。嬉しいです。はい、めちゃくちゃおめかししてます。今日朝から友達とグランビルアイランドっていうなんか、港みたいなところに行って、で、今、ボタンエビの季節なんですよ。ボタンエビがマジで超取れるみたいな。その港まで取りに行けるんですよ。で、港で量り売りみたいな感じで、ボタンエビを売っているっていう情報をね、友達が聞きつけまして、海鮮がマジで大好きだから、行くしかないと思って行ったんですよ。で、ボタンエビ、袋で1ポンド25ドルとかで、だいたい15匹ぐらい1ポンド3000円ぐらいで買ってきたんですけど、それを頭も取って、友達が取ってくれたんですよ。私は取れないから、本当に生きてる魚とか、本当に見れないし、殺すとことかも、虫もなんか、殺す瞬間本当に見れなくて、なんかトラウマかわかんないけど、なんか見れないんですね、とりあえず。この前、初めて、サバを丸々買ってしまった時があって、サバが食べたくて、さばいたことがないと。で、頭を切り、腹を切り、内臓を切り、内臓を取りみたいなやってたんですけど、もう本当に無理すぎて、本当に申し訳ない。お魚様には本当に申し訳ないんですけど、本当に、気持ち悪くて、見れなくて、友達とビデオ通話しながら、その、さばくところを見ていただいたんですけど、友達はもう早く取りなよ、みたいな、もう死んでるから、ありがたくいただくんだよ、先みたいな言われて、わかってるよみたいな感じで、はい。本当にさばくのが苦手なんですね。で、ボタンエビも今日さばいたんですけど、なんか慣れました。慣れたっていうか、もっと命に感謝。ねえ、何の話っていうことで、乾杯。そう、あと今日牡蠣も買って、そこの港で。めっちゃ安かったから生で食べれるみたいな感じで、ボタンエビはお刺身と寿司にして食べて、牡蠣はそのまま食べて、うますぎ。今日当たらないことを願います。ボタンエビも、牡蠣も当たらないことを願います。はい。飲んでなくないわー。なんか日本のゲーム飲みみたいなのしたいんだけど、久しぶりに。次みたいな。あるやん。多分地域によってさ、飲みゲーって違うやん。なんか、
そういうの知りたい。みんなの飲みゲー。韓国で飲みゲーした時に、有名なやつかもしれんけど、マンドゥっていう遊び方があって、なんか、みんな手5本だから、一斉ので1みたいな感じなんだけど、もう片手1本で、マンドゥ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 5とか、マンドゥ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 10とかやっていくんですよ。その5の倍数で。それで、なんか、負けた人が飲むみたいな、そういうしょうもないゲームは知ってます。あとは日本のゲームだと、日本のゲームマジいっぱいあるよね。私はあんまり飲みゲーわかんないんですけど、はい、ということで、何書いたかな？そう！ここにワールドカップまず一つ目、ワールドカップで盛り上がっててチケット取れなくてどうしよう、高すぎる、多分日本やらないんだよね、カナダでって書いてるんですけど、そうなんです。ワールドカップの開催国なんですね、今年カナダが。で、本当にもうホテルの値段もやばくて、もう本当にあの時に引っ越しといてよかったなってぐらいには、もう本当にね、今物価というかもういろいろやばいんです、ホテルの。宿泊費もめちゃくちゃ狭いところで30万とかなんかそういうニュースを見たりとか本当にやばくて、とりあえず今なんか街が盛り上がってるんですね。なんですけど、まず日本戦がバンクーバーでやらないと、あとサッカーあんまり知らないと、これはなんか毎年ってか4年越しあるあるだと思うんですけど、サッカー全然知らないけど、見てるうちにハマって、子さんアピールするっていうのは本当にいつもあるあるなんですけど、男子いました。そういう女が一番嫌だって言ってる男子がいました。ということで、そんな高いチケットをね、チケット1枚10万円するみたいな一般席。なんかそれを聞いて、オーマイガーみたいな、そこまでサッカーに情熱ないかもと思って、もちろんのこと、現地でこの雰囲気を味わいながら、スポーツバーとかに行って、ユニフォーム着て、なんかカナダ応援したりとか、日本応援したりとか、しようかなと思ってます。去年とかさ、みんなさ、調子乗って、開催国カナダだから絶対に行こうで、みたいに言ってたんですけど、多分私の周り誰も行きませんね。彼氏が友達とメキシコに行くって言ってました。韓国戦を見に。羨ましいです。次。これマジでそうだった。すっぴんサングラスで散歩したら飛ぶ。日本人ってどこ行くにも人目気にするんだけど、マジでボサボサで服をシンプルおしゃみたいな感じに着替えて、サングラスと日焼け止めとボサボサの髪にサンダル、最高マジでって書いてまーす。はい、散歩で本当に気分が良かったんでしょうって感じなんですけど、日焼け止めだけ塗って外に行くみたいなことをしたことがなくって、結構これ日本人あるあるっていうか、なんか結構海外の人ってすっぴんとかで外に出るんですけど、私なんかすっぴんはマジで自信ない。普通に考えて。だからだと思うんですけど、結構毎回、なんか眉毛描いたりとか、ちょっとアイライン描いたりとか、リップちょっと塗ったりとか、なんかそういうことをしてたんですね。でも最近、なんかちょっと肌の調子がいいっていうのと、だから日焼け止めだけでも満足できるかもしれないっていう自信レベルまで行きましたので、日焼け止め塗って、サングラスで、なんか服をシンプルにジーンズと T シャツみたいな感じで着て、で、なんか B さんとかでエアポッツ。でもね、それには絶対に条件がありまして、日光が絶対に出ていないと気分は良くないです。私は本当に散歩、曇りの時散歩しようと思ってしたことないんですけど、日光が大事ですね。私は本当に日光に気分を左右されるので、今日曇りだから結構なんか、下げって感じだし、そういう時は酒、チェーズ。ただいま電話に出られません。はい、次。これもね、そうなんですよね。もっと可愛くして写真撮ろうと思った。なぜなら昔の自分のインスタを見たら顔がマジで若かった。ほっぺに肉ついてて可愛い。今は大人になったけどって感じ。昔のこの顔の写真って今撮れないと思ったから、今の自分も 100% のおしゃれして全力のゴージャスな自分を残しておきたい。てか常にそんな自分でいたい。理想主義者すぎるけど、それしてる自分が楽しい。年取ったら欲がなくなっていくから、今この欲っていう最高な若さで楽しみたい。Die pretty ってこういう意味？好きって書いてるんですけど、本当に本心で思ったことを全部書いてるんですね。今の自分って一番今が若いじゃないですか。いつでも今が一番若いじゃないですか。だから、なんかこの瞬間もなんか大事にしようっていうか、なんか YouTube とか TikTok とかやってて、一番の問題が現れたんですね。最近私の人生に。それは何かというと、承認欲求がなくなる。
怖いです。欲っていうものは本当に幸せなんだなって、承認欲求もそうだし、なんか食欲もなくなった時期あって、正直私2025年本当にね、ガチで落ちてたんです。今だから言えることみたいな感じなんですけど、本当に2025年はもう下げ下げ、もう何事もうまくいかないみたいな感じで、最近また人生がちょいちょい輝き出してるんじゃないのっていう感じなんですけど。はい、一旦飲みます。Cheers。うん。うん。で、何の話してた？長くは持たない。そうだ。欲がなくなる。欲がなくなるって本当に皆さん、本当にもう辛いなって思いますね。だから今、本当に私が心配してることは、今流行ってるマンジェロとかあるじゃないですか。流行ってるかわかんないけど、流行ってるらしいんですね、友達曰く。で、なんかそれの話を昨日聞いて、オーマイガーと思って、それなんか副作用みたいなのとか聞いて、食欲をなくすって、本当に、それは自分が体験してないし人それぞれだと思うからわかんないんですけど、絶対に人間って食べないと生きていけないから、なんかその欲をなくす作用があるものとかは本当に気をつけてほしい。サプリメントとかもなんかいろいろ今流行ってるけど、私絶対にサプリメントの副作用とかも全部調べてから飲むのね。だからあんま私サプリメントも飲んでなくって、なんかやっぱりリアルな野菜とかさ、リアルな素材からさ、取る栄養が一番じゃんってママにもう昔から言われてるから、サプリメントとかもあんまり取らないようにしてて、まあ、取っても全然いいと思うし、取った方が、体が健康になるかもしれないですけど、だし、なんかカナダに着きたての頃は本当に病気になりたくなさすぎて、大量にサプリメントを摂取してた時期もあるんですけど、とりあえず、ちょっと待って、もう一巻取ってくるわ。ウェイ。I got it, 最近ジゼル先輩に似てるって言われて本当に感無量なんですけど、本当にやめてください。本当にもうエスパのファンの方に本当に叩かれまくりますし、もしバレたらエスパのファンに。はい、一旦ビール飲みますね。長くは持たない。めっちゃ明日。Oh my god. Cheers。2杯目。うん。なんかつまみ系持ってこようと思ったけど、なかったですね。はい。今日、ハーフアップにしてみたんですよ。どうですか？なんかリールスで見たハーフアップのやり方をやってみました。はい。もう髪の毛が傷みすぎてて、私の髪ってマジで強いんですけども、そろそろ本当に限界みたいな感じで、最近串を何回通しても絡まるし、やばいです。そういう話、何の話？そういう話。そう、だから、なんか、欲を大切にしようと思って、こういう承認欲求とかもそうだし、食欲とか、なんか性欲とか、とりあえず、欲を大切にしようって思いました。とりあえず、はい。この若さっていうのは本当に取り戻せませんので、この若さを噛み締めて、欲というものは若さですから、本当に、はい。欲しか勝たん。Cheers。うん。てか、この前、椅子失敗したじゃないですか、高さ。めっちゃ低い椅子を買ってしまったんですね。この化粧台、ドレッサーの机を作った時に椅子も購入して、なんか同じ高さの椅子を買ったつもりだったんですけど、本当に低かったっていう事件があったんですけど、私の天才なのって、足、つけちゃいました。まあ、足の付け方は本当にちょっと下手くそなんですけど、本当はもっと、広がってつけないといけない。なんかこう、垂直につけちゃいまして、こけます。でも高くなったので、今これに座ってる。イェイ。やばい、エロ YouTuber 配信になってしまいます。はい、ということで、Cheers! そんな感じですね。私のアイデアノートに書いてたことは、フリートークタイム皆さん。そういえば最近、カラコンを卒業しました。大丈夫だよね。なんかさ、カラコンすると、なんか漏れないっていう感じカラコンをつけると、なんか顔が、あれみたいなメイク普通にさっきまで肯定してたのに、カラコンつけた瞬間なんか赤入るなみたいな、なんか白目ないのキモいなみたいになって、カラコンをね、つけちゃうとなんかね、違和感があるんですよ。だからやめました。
はい。で、今日のリップ、もうリップ落ちたんで、すいません。リップを塗り直してさせてください。最近のお気に入りの、最近のリップのおすすめは、この、なんかペリって剥がすリップもたまにやるんですけど、めんどくさい時はこのベネフィットのリップティントみたいな感じで、昔に流行ったさ、エチュードハウスとかの水ティントみたいなのあったじゃないですか。本当にそういう感じのティントなんですけど、これに今お気に入り、イーザー&のめっちゃ匂いが昔のなんか文房具の超懐かしい練り消しの匂いとかなんかそういうきつくないめっちゃいい匂いの文房具。この匂いを今年の夏のリップにしようと思ってなんか匂いでシーズンって思い出すじゃないですか。だから夏はこの匂いにしようと思って、はい。やばい、もう外が暗くなった。ちょっとライティングがないので場所移動。はい、そんな感じですかね。最近はなんかもう本当に夏を待ってるんですけど、まだバンクーバーって日本もそうだと思うんですけど、今この1週間なんか梅雨みたいな感じで、日本みたいに台風とかはないけど、でも LA とかの気候を見たらもう暖かくて、ラスベガスとかなんか暖かいとこ行きたいなみたいな。よろしくお願い。ハワイとか行くかな。なんかカナダからハワイめっちゃ近くて、バンクーバーから飛行機も安いし、なんか今年マジでちょっと旅行控えようと思って、去年なんか旅行行きすぎて自分のこと集中全然できてなかったし、自分と向き合って過ごすみたいなのをできないから旅行してたら、今年はちょっとなんかルーティーンもちゃんと意識して、食事とかもちゃんとして、なんか自分を取り戻そう期間やってるんですけど、あったかいとこ行きたい。やっぱさっき夏だわ。夏の場所に行かないといけない。皆さんは今何をしてる途中ですか？前の動画でも撮ったんですけど、今私めっちゃインテリア頑張ってて、なんかこの机もね買って作ったんですけど、なんか思ったより色がさコーラルピンクで、コーラルピンクみたいな、まあいいけど、家具とかを揃えたいみたいな、物欲とかも大切にしないといけないということですね。今回の YouTube のタイトルは、欲を大切にしようということでしょうか。もう終わっちゃう。次、ポッドキャスト撮るときは、超綺麗な感じのスタジオっぽい感じでマイクも設置して、ちょっと見やすいようにします。今回本当にちょっとグダグダで申し訳ございません。あとなんか一人でベラベラ喋る勇気がなくって、飲酒してますので、本当に今回申し訳ございませんって感じなんですけど、次回からは、マジでもう、本気、ポッドキャスト、語るからよろしく。ちょい残し、チュース。はい、ってな感じで、かなりのスピード雑談、本当に何喋ったか覚えてませんって感じなんですけど、なんか喋る企画もいろいろ考えていこうかなと思ってるので、よろしくお願いします。ということで皆さん、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。